乙女座さんの皆さん、こんにちは。今回はこちらを見てくださっている乙女座の皆さんに間もなく起きる急展開というテーマでカードリーディングをいたします。今回はこちらのタロットカード、そしてオラクルを利用してまず現状の乙女座さん、そしてこの度のテーマ、間もなく起きる急展開、そしてアドバイスという形で2枚ずつタロットを引かせていただいた後に、さらに深掘りでテーマやキーワード、そしてですね、直感的に感じるとラッキーカラーや気をつけたいことなど、盛りだくさんでね、最後までお伝えさせていただこうと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それではスタートします。はい。それではですね、まずは、タロットを2枚引かせていただいて、同時に見ていきたいと思いますので、まずはね、引かせていただきます。1枚目こちらです。こちらです。まずね、こうですね。はい。じゃあ見ていきたいと思います。せーの、はい。ソードのクイーンが出ています。はい。そして、せーの、はい。ソードの9番。そして、カップの5番が出ています。はい。本当にね、この、ソードのクイーン出てますから、いろんなことが目まぐるしく起こってたっていう方もきっとお聞きくださってる方の中にいたでしょうし、大変だなっていうような困難さの中でやっぱりそれを乗り越えてきたお強さみたいなもの、やっぱりね、乙女座さんってすごくしっかり者みたいなイメージもあったりするので、そういう中でですね、すごくご自身を確立されてきたんだなっていうことをまず感じます。そしてですね、完璧にいろんなことをやりこなしたい、実際やりこなしているっていう方の方が多いのかなっていうのも感じていて、すごい完璧的なストイックみたいなものを感じますよね。で、その流れの中でやっぱり恋愛とか現実的な何か遊ぶことっていうのかな、そういうものよりもご自身の中では、仕事であったりとかやるべきことっていうものに対してもっと集中したいっていうような、家事とかね、家事って主婦とか家事をやりこなすとかって言いますよね。そういうふうに何か自分の身の回りのこととか仕事とかそういうことに対してすごくしっかりやりたいみたいな、すごいね、何かご自身の中での、決意ですよね。そういうやっていくみたいな決意みたいなものもすごく感じますね。で、ご自身の中でそうやって乗り越えてきたという風なところから、やっぱね、今幸せであったりとか豊かさっていうもの、自分の経験から得たような部分からの充実感みたいなものがあった部分もあったと思うんですね。で、その反面やっぱり若干の不安があったりとか、ご自身の中でもう別に根拠もないんだけど、ちょっとご自身の中で恐れがあったり、ちょっと眠れない日があったりみたいなことがある方も若干いるのかなっていうこと。それがこのカップの5番から来ていて、やっぱり何か見たくないものであったり知りたくないというようなことを知ってしまったりとか、やっぱりね、ストイックな部分の方ですごい真面目な方が多いのかなっていう印象もあって、そういう流れの中でやっぱり傷ついてしまう、傷つきやすい部分もあるんですよね。周りからはすっごいしっかり見られてるんだけど、やっぱりスピリチュアル的に勘が強い方が多いのかなっていうイメージもあって、些細なことなんだけど、でもちょっとしたことですごい傷つきやすくなってしまってるような部分っていうのも若干ここから感じますよね。で、すごい満たされてる部分もあるんだけど、やっぱりその気になる部分っていうものを気にしてしまうと眠れなくなったりとか、やっぱりこのままで大丈夫かなっていうような不安も若干ありながらの、いろんなことが入り混じってるような現状をお過ごしだよっていうことを伝えてきてますね。で、その流れの中で、ちょっとね、今早速間もなく起きる急展開見ていきたいと思うんですけど、もう別にね、これ悪いことが起きてるわけじゃないんですよ。
ご自身の中でやっぱりご自身を確立してる、今ねやっぱ自立の時代っていうふうにも言われてますから、やっぱり自分の中でしっかり何かを完璧にやりこなそうというふうにしてる姿勢っていうのはやっぱり今の現状にすごくマッチしてるんですよね。で、自分の中でやっぱりやろうと思ってやっている方ほどいろんな何か現実の中でゴロゴロと自分が知りたくなかったことであったり、なんでこんなことが起こってるんだろうっていうことがやっぱり起こりうることっていうのがね、今見てくださってるタイミングで起こってるわけなんですよね。それはやっぱり波動が上がった分、ご自身の中にそういった確認の部分が出てきていて、何も悪いことじゃないんだっていうことを知っておいていただきたいなと思うんです。で、この何かが出て湧き上がってきていることこそやっぱり手放すべきタイミングで、やはりご自身の中でいろんなことを決断したりとかやりこなしている部分がしっかり終わりですから、そこに対してしっかりコミットすることによってさらにこちらが拡大していくよっていうことも伝えてきてますから、すごく今何か分岐点っていう風にも感じますよね。で、この流れの中でじゃあどういうことが間もなく起こってくるのかっていうのがね、すごい楽しみなので、早速見ていきたいと思います。わっ、すごい、なんだろう、これちょっとすっごい多いんですけど、今7枚出てきてくれてるんですけどこれちょっと見ていきたいと思います。はい、そしてあと1枚こちらから引きます。はい、こちらです。じゃあまずね、こちらから見ていきます。せーの。はい、まずですね、スターのカード出てます。嬉しいですね。そして、カップの6番が出てます。はい、あとはペンタクルの9番です。結構いいですよ。はい。そして太陽のカードも出ました。これね、なんかこうストーリー展開見たくなってるので、ちょっとね全部見せてこういう風にこう見ながらお伝えさせていただこうと思うので、ちょっと広げますね。はい。はい、じゃあ次です。せーの、ペンタクルのナイト。そしてこちらです。はい、こちらの審判のカードも出てます。そしてワンドの9番です。はい、そしてこちらです。せーの、ペンタクルの7番が出ています。はい、まずねこの1枚の部分から見ていきたいと思うんですけど、ペンタクルの7番なので本当に心配しないで進んでください、そのままで大丈夫ですよっていうメッセージになってます。で、すごい何か展開的にはゆっくりなペースっていうのを感じますね。で、ゆっくりなんだけど重要な進展ですっていうことを含んでるわけですよね。で、予測可能なご自身の中で、このぐらい収入増えるでしょっていうような予測ができている方は、そのぐらい収入が増加したりとか安定したりとか、そういうふうに収入を得る方も出てくると思います。で、ちょっと休憩しながらっていうのも伝えてきてくれているのが、ゆっくり、先ほども伝えたようにゆっくりな進展です。でも重要ですよっていうことですね。で、理由もなく波動が上がるので心配とか不安が出てくると思いますけど、こちらとね同じように、でもそれはご自身の中で手放すべくして出てきている。なので心配しないでくださいねっていうこと。ご自身の中での勤勉さがやっぱり花開いていくタイミングがやってくるので、やっぱりね今ご自身の中でコツコツとやってること、本当に確立しているご自身の中での自立心がどんどんと実を結んでいくような流れがこれから起こってくるよっていうことを伝えてきてくれてます。はい。で、スターのカードが一番最初に飛び込んできてますよね。で、やっぱり、より喜びであったりとか、ご自身の中での夢とか希望っていうのが、さらに湧き上がってくる。で、いろんなアイデアがきっ
と急に湧き上がってきたりする方っていうのもいると思います。で、ご自身のそういうアイディアをしっかり信じてあげてくださいねっていうことですよね。信じることによってやっぱ救われるって言葉もありますけど、やっぱり次にすべきことっていうのがご自身の中にスーって分かってくるようなスピリチュアル的な要素も含んでますよね。で、今ソードのクイーンが出てましたけど、やっぱりご自身の軸っていうのがすっごくしっかりしているから、なりたいやりたいっていうものに対してやっぱり明確にご自身がこうキャッチするような能力っていうのに優れてるっていうことも感じます。で、カップの6番、こちらが出てきてくれてるわけなんですけど、昔の方との付き合いっていうのが増えてくる方も出てくるかなっていうのが、間もなく起きる急展開。いろんな自分の中でのこう夢とか希望とかそういったものが湧き上がってくるっていうのと同時に、そのつながりっていうのもあって、なんかこう、ちょっとこう気になる人がいたりとか、この人こういうことしてたよねっていうようなヒント的な自分の中での直感が湧いてきて、そして今ちょっと疎遠になってたんだけどっていうような、前にね親しくしていたような方とのまた付き合いが増えてきたりとか、なんていうんですか、同窓会みたいなことの流れの中ですごいこう幼なじみであったりとか、同じ年代同学年の人との付き合いの中で何かこう出会いが出てくるよっていうこともね含んでます。なのでそういう出会いの中でお付き合いが始まったり、パートナーになったり、結婚に進展したりって方も若干いるのかなと思うのが、ペンタクルの9番と太陽が出てるからなんですね。で、その昔ながらの人たちとの出会いっていうのがご自身にとって最高の利益につながってるっていうことも伝えてきてくれていて、やっぱり間もなく起こる急展開としては、ご自身の中でこう成功体験であったりとか、やっぱり心がワクワクするような出来事っていうのが起こりうるよっていうことを伝えてきてくれてます。で、やっぱりね、コツコツとされてきた方きっと多いと思うんですよね。で、そのコツコツされてきたことがやっぱり成功体験、独立する方っていうのが多いのかなっていう印象もありますけど、独立して成功をして、幸せになるっていうことも一つ伝えられたりとか、あとは家族が増えるっていうこともすごくここから感じますね。そして一流、今までの自分の中での趣味っていうのがワンステップ何かこうグレードアップするようなことを体験する方も出てくると思います。で、一流のものを楽しむような機会が増えてきたりとか、一流の方との付き合いが増えてきたりとか、そういうふうになんか付き合う方のその質も変わってくるっていうことを伝えてきてくれてますね。で、やっぱりね、その何か成功体験をするっていうことに対しての前には、ご自身の中に困難と思うようなことであったりとか、やっぱり壁だなって思うようなことであったりとか、お人によっては何かこうお試しっていうようなことの体験が若干終わりになるかなっていうふうに思います。で、その流れの中でご自身がやっぱり過去にね、そのできなかったこと、例えばですけど試験を受けたんだけど一回失敗したよとか、そういう何かこうご自身の中でのできなかった体験っていうのをもう一度チャレンジするようなことっていうのが起こりうるっていうことを伝えてきてます。で、その今だからこそそれが可能になるっていうことを伝えてきてくれていて、やっぱりそういった何かこう自分の中でステップアップすることに対してどんどん備えていくっていうことが重要になってくるのと、その自分の中でね、もう一度チャレンジするっていうことに対してすごく勤勉であったりとか、慎重で賢明な行動が今回はできるっていうことを伝えてきてくれているので、急に何かしたくなったりとか、もう一回あの時ダメだったことをチャレンジしたいっていうような気持ちがすごい湧いてきたりとか、何かご自分の中で湧き上がってくるなんか気持ちでサインを送ってくる部分っていうのもあるかもしれないですね。で、いろんなそういった何かご自分の中でのこう今までの
今までと違ったサインが湧き上がってきた時に止めるのではなくって、やっぱりそれに果敢にチャレンジしてってくださいっていうこともですね、一つここから伝わってきます。で、いろんな意味でそういう成功体験であったり、夢や希望を叶えていくワクワクの状況がこれからやってくる部分がありますから、先ほども言ってるようにちょっとこう不安とかがつきものになってくる部分もあるかもしれないですけれど、やっぱりね、充実した部分っていうのをすごい感じます。で、この流れの中でやっぱり気をつけていった方がいい部分とか、叶えていく、今ね、本当にいろんな意味で家族が増えたりとか、成功体験、今まで努力してきたことが収入につながっていったりする部分であったりとか、何かこう出会いがあって、その出会いが発展期を迎えたりとか、新たな人との出会いがあったり、そして今まで断念していたことをもう一回チャレンジするような急展開が起こったりっていうようなことで、自分の中にすごいいろんなチャンスを含んでいるっていうのが伝えてきてくれている部分です。その流れの中でどういうことを気をつけていったらいいかっていうことをですね、見ていきたいと思います。おっとっとっと、こちらです。ちょっと一旦ここ縮小しますね。はい、じゃあこちらとこちらです。あとテーマとキーワードも見てきますね。テーマ、早速こちらです。そして、キーワードですね。こちらです。こっちの方がいいですね。こちらです。はい、じゃあまずアドバイスから見ていきたいと思います。はい、まずこちらから見ていきます。せーの。はい、アドバイスは、カップの10番です。そしてせーの。はい、忍者のカードが出てます。はい、ですね、まずこのカップの10番が出ているので、やっぱりより近しい人との関係性を大事にしていくことっていうのが、ご自身の成功体験をやっぱり掴んでいくっていうことに対して重要になってくるよっていうことなので、本当に家族がいらっしゃる方は、家族との付き合い方をもっと充実するにはどうしたらいいんだろうかとかですね、そういうふうに考えていただいていいと思いますし、あとはパートナーがいる方、フリーの方も同じくなのですけれども、信頼できる、ご自分の中で信頼できるなって思うような近しい人との関係性の付き合い方っていうのをもう一度見直していく必要が今このタイミングありますよっていうことですね。そういうふうに伝えてきてくれてます。で、ご自分の中で本当にこれから求めているような幸せな生活っていうのがさらに見ていくようなことっていうのがこのタイミングでやってくるよっていうふうに伝えてきてくれていて、やっぱりご自分の中でその日々の生活ってやっぱり無意識で過ごしていることが多いので、もっと今ここっていうタイミング、自分の中で今っていうものを意識するために一番ね、分かりやすいのが、近しい人との関係ですよね。なんとなくやっぱりやり過ごしてしまうっていうところをもっと意識的に自分の中で過ごしていけば、もっとその自分の身の回りって充実してくるなっていう風に感じると思うのですけれど、そのものとか人とかそういうことに対してですね、もっと自分が意識的にチャレンジしてみるっていうことが一つね、自分の中でのその夢を広げていく充実した生活の中での一つのアイディアというか行動になってくるかなっていうのがこちらからのアドバイスですね。なのでお人によっては断捨離をするのも一ついいと思います。このタイミングで必要のないものをどんどんと処分していく、そういう流れも一つ大切な部分になりますし、あとは本当にありがとうっていう言葉を丁寧に使っていく、それもですね、ご自身の中での充足感を見ていく一つのキーワードになってるかなと。で、こちらのね、忍者のカードが出ているので、そうやって周りに対してやっぱりどういうふうにさらなる充実感を持つにはどうしたらいいんだろうかっていうところでのご自分がしっかりご自分と向き合っていく部分っていうのも必要になってくるので、一人になる時間っていうのもすごく大事になってくる。なのでなかなかね、近しい人との関係性って簡単なようで難しい面もあったりするんですよね。
で自分の中で言わなくってもわかるでしょっていうことがあったとしても、本当は言わなきゃわかんないことってたくさんあって、そういうことを意外と外の人にはできる、遠い存在の人にはできるけど、近い人の存在にはなかなかできないで、そこの溝がどんどん深くなってしまうみたいなことってね、若干終わりだったりする方もいると思うのですけれど、このタイミングでいろんな意味での悟りもやってくるタイミングなのかなっていうふうにも思うので、そのご自分の中では分かってるつもりでいるけど、ご自分が分かってることを相手も理解しているかっていうと、それも分からないみたいなところで、しっかり言葉で伝えなくてはならないことっていうのもご自分の中で噛み砕いていく必要もあったりするかなっていうのが、こちらの忍者のカードからのアドバイスになっています。で、多分ね、すごく説明上手な方っていうのがきっと多いと思うんですよ。で、乙女座さん、すごく頭の回転が速い方多い印象なんですね。で、その頭の回転が速いので、理解するのも速いんですね。でも、その理解力が速いっていうのも、全員が理解できるかって言ったら、またそれもハテナで、なかなかご自分の中で伝わらないなっていうふうに思ってたことっていうのは今まで終わりだったこともあったと思うんです。で、その中でもやっぱり伝えたいっていうことはですね、このタイミングしっかり伝えていかなきゃいけない部分っていうのがありますから、ご自身の中でやっぱり気持ち的に感じたことはしっかり表現していくっていうことが、このタイミング大切な要素になってきているようです。はい、今ね、このいろんな意味でやっぱり成功体験であったり、本当に心から望むようなご自身の中でのね、やっぱり太陽も出てましたよね。本当に望んでたみたいな、そういう体験であったりとか、やっぱり経済的な豊かさを手にしていく、本当の意味での豊かさを手にしていくっていう方もいるでしょうし、そういう嬉しい体験がこのタイミングでゴロゴロとやってくる。今まで努力したことが報われてくる。それはそれぞれね、やっぱり努力してきたことって違うので、そういうケースバイケースの中での何か充足感がこれからやってくる部分ね、ドワーッと伝えてきてくれてた部分ありますよね。今までストップしてたことがまた動き出すっていうことであったりとか、いろんな体験がこれ入り混じっていて、昔の方もなんか出てきちゃったりとか、そういうふうにね、忙しいっていうのかな、忙しくいろんなことがゴロゴロとゆっくりとした時間の流れの中で変わっていくっていうタイミングなわけなんですけれど、じゃあなぜ今なのかっていう部分でね、テーマをね見ていきたいと思います。まずテーマがせーの、はい、節制のカードです。そしてはい、せーの、はい、はい、こちらです。はい、やっぱりね、こちらの節制のカード出てるわけなんですけど、時間的にはすごくゆっくりなんだけど、やっぱり今このタイミングで何か人生的な部分での大きな動きがあるようなこと、やっぱりそれが一つテーマになっていて、一つ転換期を迎えるっていう部分をね伝えてきてくれてますね。で、自分の意見とかだけではなくって、やっぱりみんなの意見を織り交ぜていきながら、やっぱりねまとめる力とか、自分の中での頭の回転の速さとか、いろんないい意味での乙女座さんの長所っていうか特徴ってありますよね。そういういろんなことをみんなの意見を考慮して何か一つのものを融合させていくみたいな調和であったりとか、豊かさっていうものがすごい確立するタイミングなんだなっていうのを今こちらからすごい感じてます。で、今ライオンちゃんが血をね流しているわけなんですけど、やっぱりそういう意味においては、ご自身の中での本当に生きるエネルギーであったりとか、本当の意味での何か循環、そういったものもやっぱりやってくる部分っていうのがあるのかなっていうふうに思います。それが一つのテーマになっていて、何かエネルギーを自分の中で循環させていくっていうことが一つ大きなね何か流れを作っていくっていうことですね。そういうふうに伝えてきてますね。で、バランスよくご自身の中でいろんなことをね融合させながらやっていく、一つの物事だけではなくって、やっぱり何かダメだったことももう一度やっていこうとか、その何か臨機応変さであったり、ご自身の中にいろんな深みがあって、今だからこそ全てのことができるんだなとかですね、今だからこそっていうのはいろんな考え方、今まではこういうふうに考えてたけど、でもこういう考えも実は良かったよねっていうような、ちょっといろんな深みが増してくるような展開がこれから待っているっていうこと、そういうことを伝えてきてくれてます。
はい、でこれ一人でいるっていう意味合いですよね。なんですけど、今ここで私すごく感じるのは、何かこう自己の確立っていうことを伝えてきてくれているようなね気がしてるんですね。で自分っていうものをやっぱり追求していくことによって、周りとも調和していく。なのでなんか自己を確立しているようで実は調和なんだみたいなところですよね。そのなんかこう一つのものに対してやっぱり自分をこう私はこういうことがしたかったんだとかっていうのも一つでしょうし、こういうことを望んでたんだっていうようなことになんかこう出会えていくような、そういうなんかこう自分の確率、自分が求めていたものに対して本当の意味で出会えていくみたいなことも、キーワードになっているのかなっていうふうに思うので、ラッキーカラーとしては何かこう自分っていうものを表現したい時にちょっとトリッキーだなって感じる方もいるかもわからないですけれど、黄色を身につけていただく。なんかこう黄色ってあんまり洋服的にもあんまり少ないとは思うんですけど、そういうなんか黄色を意識していただくっていうことが自分の中での何かこう自分というものが全体にもなってるみたいな風な捉え方としてすごくバランスがいい色っていう風にも今感じてますね。なのでちょっと黄色を意識していただくといいかなっていうふうに思います。で、方位的な部分、ちょっと私風水もやってるので方位的な部分をお伝えさせていただくと、ちょっとこう西側をねちょっと意識していただくといいかなというふうに思います。方位的に言うと、お家の中で言うと、西側を整えていくっていうふうに意識していただいたりとか、常に西向きを意識していただく。だから朝日ももちろん綺麗なんですけど、夕日の時にはもちろんなんかこう見る時にありがとうっていう風にねこう手を合わせるような気持ちであったりとか、今日も一日よく頑張ったねっていう風に自分に対してのそのご褒美として何かこう言葉を発したりとか、そういうことも一つ大切になってくるかなっていう風に思います。何かしらちょっとこう西を意識していただく。なんかこう旅行に行きたいなと思ったら、ご自分の住んでいるところから西向きのところですね、そういう部分を意識していただくとなんか整ってったなっていう風な気持ちになったりする部分ももしかしたらあったりするかもしれないので、惹かれた方はですね、ぜひ意識していただくといいかなという風に思います。はい、いかがでしたでしょうか。乙女座さん、素晴らしいリーディングでした。本当にいろんな意味でこれからがね叶えていく、間もなく急展開ですけど、急展開と言いながらじわじわと叶えていくっていうようなところからね、なんかこう味噌というかキーワードですよね、そういう風になってました。ぜひ少しでも共感していただけましたら、チャンネル登録や高評価の方もいただけますと嬉しく思います。それからいつもコメントの方も本当にありがとうございます。これからも拝見させていただきますが、ぜひ書いていただけると嬉しく思います。それではただでさえ本当に素晴らしいリーディングとなりました。こちらのリーディングによって最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しています。それではまたお会いいたします。ありがとうございました。